目玉品として夏有機出します。国産の無粘紙でなければ本場有機紬とは言えないですね。皆さんこんにちは。銀座着物ティロワールのオーナー広田です。今日も暑いですね。もう夏真っ盛り。毎日真夏日ですね。お店はクーラーが効いてて割と涼しいんですが、表に出るともう日差しも強く、少し歩いただけでも汗かきますね。こういう時はやはり夏のお着物がいいですね。そんなわけで今日は夏のお着物をご紹介しようと思います。特に珍しい夏有機をご紹介いたします。というのも今月6月の12日から21日まで10日間当店で有機紬フェア開催します。そこの目玉品として夏有機出します。そしてもう商品はお店の方に入荷しておりますので、12日から行ってみたいけどどうしても都合が悪く行けないという方、または早く夏有機欲しいと思う方、またはその他の有機紬でも早く見たいと思われる方いらっしゃいましたら、商品自体は当店にございます。ご要望があればお見せできますので、ぜひお店の方にいらしてください。そして12日から本番がスタートするんですが、12、13、14と3日間、井上商事の社長井上さんが当店にお越しになる予定です。井上さんから直接お話を聞きたいと思われる方、または井上さんに有機紬のご相談をしたいと思われる方いらっしゃったら、その日を目指していらしてください。現状では予定ですので、近々正確な来場日程と時間をご紹介いたします。よろしくお願いいたします。それでは本日は夏有機を紹介します。こちら夏有機なんですが、実は本場の有機紬で夏有機というものは存在しないんですね。なぜかと言いますと、本場有機紬の要件で一番大事なのは糸でしたね。糸が国産の無粘紙を使用しているということが条件の一つなんですね。一番大切な条件なんですね。有機紬は糸が命です。この糸が国産の無粘紙でなければ本場有機紬とは言えないですね。夏有機と呼ばれる商品に関しては基本的に無粘紙は使われてないです。よりの強い糸、もしくは麻を織り込んだり夏向きにしてます。ですから有機紬の真綿のふわっとした柔らかさがほとんどないんですね。麻のシャリ感だったり、よりの強い糸のシャリ感、それが夏の着物には向くんですが、本場有機紬とは言えないんですね。たとえそれが地機で織っているものでも本場有機紬ではないんですね。それでは井上商事さんの夏有機、どういうものかご紹介いたします。こちら証紙が紬のマークですね。真綿紬と入っております。そして茨城県の有機郡織物協同組合の検査合格の証紙も貼ってあります。そして有機紬と入っています。こちらがいわゆる石毛有機紬と呼ばれているものになります。石毛有機紬に関しては本場有機紬のような厳格なルールはないんですね。井上商事さんの夏有機紬に関しては縦糸は生糸、そして横糸に鉄麦糸が織り込まれてます。その鉄麦糸には真綿も含まれてますね。こう見ますとこちらの黒い方が分かりやすいですね。この生地に節が見えますかね。細く少しザラッとした節があるんですね。こちらのグレーの方も分かりますかね。わずかに節があるんですね。これが鉄麦糸、真綿入りの糸で横糸を織っています。ですからこちらは縦横とも絹 100% です。そして他の産地のようなシャリ感というのがほとんどないんですね。井上商事さんの夏有機は石毛有機とはいえ糸にこだわってますから上質な糸を使ってます。真綿入りの鉄麦糸ですからふわっとした柔らかさがあるんですね。やはり夏有機とはいえ有機紬の良さというのはこの真綿の柔らかさ、これが命なんじゃないかなと個人的には思っております。夏物だからシャリ感があった方がいいというようなご意見もあると思うんですが、それは他産地のお着物でいいかなと思います。やはり有機と
名前がつくからには、この真綿感がある柔らかさ、これが結城紬の良さと思います。まだ糊がついているのに非常に柔らかいですね。驚きます。今回お色は4色ございます。上品なグレーのお色です。そしてこちらの茶系の黒ですね。茶色と黒を混ぜたようなお色。こちらも素敵ですね。色が濃い方が透け感が強くなります。そして紺ですね。そして薄茶色ですね。色が薄い方が透け感が弱まります。この4色限定で今回ご提供いたします。こちらはもう今後生産される予定がないんですね。なぜかと言いますと、この横糸に使っている鉄麦の真綿の糸を作る方がいないんです。ですからもうこの糸が手に入らない状況です。今あるものだけなんですね。そしてもともとはもっと別な色もあったんですが、この4点だけになってしまったんですね。若干負担がありますから1点限りではないんですが、ものによってはもうなくなるというものもございます。そして新たな生産はありませんから、売れてしまったらもう手に入れることはできないんですね。それでは他の産地の正見の夏の置物と比較してみます。例えばこちら、白鷹上布。正見ですが上布という名前なんですね。麻のようなシャリ感があります。そして柔らかさというよりは張りがあるんですね。これが夏快適に着られる一つの利点なんですね。白鷹上布も大変人気がある置物。こちらも生産数少ないです。こちらとこちらの生地両方比較しますと、本当にこの柔らかさ独特だなと思います。こちらも素晴らしくいいお品ですが、上布と呼ばれる通り麻のような張りのあるシャリ感のある置物です。越後結城紬というものもおられてるんですが、そのメーカーさん、白新織物さんの越後大島紬なんですね。こちらも張りがある生地なんですね。柔らかさというよりは張り、着た時もスーッと来ないで、ちょっと浮いた感じ、ピタッと肌に沿わない、着物と肌の接地面が少なくなって涼しく感じるという利点もあるんです。ですからこの張りがあるということは夏物に多いんですが、少しでも涼しく着たいということでこのような構造になっているのかなと思います。こちらも張りがあって少しシャリ感があります。でも生地は薄いですね。白鷹上布と比べると薄手の生地、こちら機械でびっちり織ってるような感じがします。こちらもとてもいいお品で当店でも人気があります。越後夏大島紬ですね。そしてもう一点、同じ白新織物さんのお品、こちらが夏芭蕉。ちょっと見た目この夏結城に似たような感じ。こちらの節感とこちらの節の感じ、これが一番夏結城に近いような肌触りは感じられます。とはいえやはり夏結城よりは張りがある感じ、柔らかさは感じられないですね。このように多くの夏の正見の置物というのはシャリ感があったり張りがあったりしますね。ところがこの夏結城に関しては柔らかさ、これが群を抜いてます。ちょっと異次元の感触ですね。そして井上社長に話を聞くと、湯通ししたらもっと良くなりますよということなんで、早速当店で1点注文して湯通しをしてもらうようにお話ししました。こちらの黒に近い茶系、こちらを湯通しをして送っていただきます。このままでもかなり柔らかいんですが、どんな感じになるのかなと今から楽しみにしてます。このように同じ夏の正見の置物といっても全く違いますね。これはどれがいいとか悪いとかそういうことではなく、そういう性質を持った置物。一般的に夏の正見の置物はシャリ感があったり張りがあって、それにより厚さが和らぐということだと思います。井上商事さんの夏結城に関してはやはり結城らしさ、そちらに重きを置いてますので、横糸には真綿入りの鉄麦糸を織り込んで結城の特徴である柔らかさ、真綿感、そういうものが感じられる織物になってるんですね。この夏結城紬、夏結城と言いながらもう3月ぐらいから10月いっぱいぐらいは着られるかなと思います。真夏着ても風が通り抜けますから熱がこもらず、それほど暑くはないということです。ただこれは個人の体温とか体調がありますから、暑がりの方は真夏は避けた方がいいかなと思います。でもそれでも年間半年ぐらい着られる置物になります。そして今回おそらくこの夏雪ご紹介するのが最後だと思います。今回で
完売しちゃうかなと思っておりますし、実は井上さんの他の取引先でも今夏有機大変売れているそうです。ですから変な話、当店で一旦も売れなくても他のお取引先で完売しちゃうということもあり得るんですね。私としては当店のお客様にこの素晴らしい夏有機来てほしいなと思いますので、少しでも皆様が買いやすいように井上社長もびっくりするぐらいなお値段にしております。今のところ4色全てございますが、売れてしまうと色数が減る可能性もございます。ご興味ある方、通販もできますので LINE を通じてお問い合わせください。そしてもしお店に来られる方、お店に来ていただければ現物もお見せできます。夏有機と言ってももう3月ぐらいから10月いっぱいぐらいまでお召しになれますので、1年間のうち8ヶ月ぐらい着られますね。大変着心地のいいお着物ですから、ぜひこういう機会にお買い求めいただければなと思います。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。いやー、有機紬って本当にいいですね。また次回お会いしましょう。さよなら。